さて、今回は、精密に切断できる製材機を紹介したいと思います。このように材料をセットしてスイッチを入れると、きれいに狙った面で割ることができます。この世界では、ダメージを受けて耐久度がゼロになった時に、最後に叩かれていた角から割れるという性質があります。実際に木を切ってみると、その様子がわかります。このように角をよく狙って叩いてやることで、その角を含む面で割ることができます。なので、このように叩く角を変えることによって好きな切り方をすることができます。ここにあるように高速でぶつけるのが大きなダメージを出す簡単な方法なのですが、高速で物を当てると判定の隙間に入ってしまって変な角から物が割れてしまうことがあります。なので今回は重いという要素を利用します。スタート地点にある大木は葉っぱそのものがあまりにも重いため、ただ結合と解除を繰り返すだけで幹と接触している部分で大きなダメージが発生します。このように重量物が接触した状態で結合と解除を繰り返すというのが大きなダメージを与えながら精密に切る簡単な方法になります。では今回の切断機の材料を紹介します。柱になる木、そして軸に使う細い木の棒2本、その辺から拾ってきた1個50キロぐらいの石、可動部用のベアリングとスイッチ用のベアリング、刃に使う鉄。支柱に使う木は特に条件はないですが、ある程度太さがあった方が、耐久度があって、うっかり刃などが接触した時に壊れなくていいと思います。軸として使う木の棒は、松ぼっくりから育てた松を適当な成長状態で伐採してやると、太さや長さがコントロールしやすくていいです。シャフトに必要なサイズは、太さはだいたい4センチ角ぐらい、ベアリングの軸ぐらいの太さで、長さは柱にする木の幅ぐらいがいいです。良さそうなところまで育ったら葉っぱを外して成長を止めて伐採します。刃物に使う鉄を作ります。大鉄鋼も加熱すると石鉄鋼になってその後鉄まで行ってしまうので、火起こしに使った後そのまま火に投げ込んでしまいます。で、600度を超えていい感じに温まってきたら引っ張り出して石で叩いて伸ばします。いい感じにできました。ベアリングはドローンを倒せば手に入ります。ドローン基地まで攻略しに行く必要はなくて、その辺に野良でいるやつを2匹狩れば OK です。では、材料が揃ったので組み立てていきます。まず柱を立てて地面に固定します。ベアリングの軸と木の棒をこのように直角になるようにくっつけてあげます。次に、この木の棒の部分を持って、柱に木の棒が隙間なくくっつくように貼り付けてやります。そして、ベアリングの本体を持って向きを整えて柱に結合します。ベアリングの軸が左右に偏っていないのを確認して木の棒を外します。そして、ベアリング本体や支柱にくっついてしまわないように木の軸をつけます。ベアリングと反対側に、重りの石をつけます。あとは切断用の鉄の刃をベアリングのある側の軸にくっつけて、スイッチ用のベアリングを本体と軸両方が柱に接触するようにくっつけてあげることで完成です。
では実際に切断してみましょう。重りを引っ張って刃を上げて、切断したいものを柱にくっつけます。で、刃をゆっくり下げて優しく接触させたら、スイッチ用のベアリングを持って結合します。そうすると刃が触れていたところから板が切れます。ここで、正確に寸法を狙って切る方法を紹介します。寸法が分かっているものの中で入手が容易なものとしては小麦が知られています。小麦は5センチ角で生成されるので、これをスペーサーに使うことで5センチ単位で物を切ることができます。組み立ての際にベアリングの単面と柱の単面が揃うように作っているので、このようにベアリングの端っこに小麦が接触するように組み立てて、反対側の面に刃物をつけてやることで、きっちり5センチの隙間を作ってやることができます。この状態で、木材を切断してやると、切断された材料はきっちり5センチ幅になっていて、このように小麦をくっつけると段差なくくっつくことがわかります。これをさらに90度回して切断してやると、このように5センチ角の板を作ってやることもできます。重い刃を手で持ち上げながら作業するのは大変なので、このように板をつけてやって頭で押し上げることによって、両手で加工物を持って作業することもできます。両手で持たなきゃいけない重い木材でも切断できます。また、切断した材をスペーサーとして使うことで、切断した材の一辺の長さを単位とした切断をすることができます。このようにして切断してやると、このように簡単に立方体を作ることもできます。今回の動画は以上です。この切断機では刃の形状を工夫すればタングステンも切断することができます。いろんなものを決まった形にできて便利なので、皆さんもぜひ作ってみてください。